フェザーで日本人が戦うっていうのは一つのロマンですね。今盛り上がっているうちにどんどん話題になるようなカードをどんどんやっていくべきだと思うので、素直に嬉しいです。一人スターがいるとそこに集まってきて階級が活性化するっていうのが本当に今年のライジンのフェザー級はそうなってるのかなと思います。まあ俺がいるから集まってきたんじゃないですか。僕も同じフェザー級なんで、僕はやっぱライバル視して見てしまいますけどね。初代王者を決めて、そこを一つの軸にしながら来年とか、近い将来グランプリは組み立てられたらなと思ってますけど。前回の動画ではフェザー級タイトルマッチで対戦する朝倉選手と斉藤選手の人物についていろいろな方にお話を伺いました。今回はフェザー級という階級についていろいろな方からお話を伺い知識を深めたいと思います。雑誌ゴング格闘技の編集長松山さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。まず今日はフェザー級についての質問をしていこうと思うんですが、まず格闘技全体のフェザー級ってどういう印象なんですかね。MMA のフェザー級は日本人選手にとっては層が厚くて、それでさらに海外の選手でも強豪選手が出てきているという階級になります。今はバンタムが非常に層が厚いですけれど、その上となるとさらに海外選手が強豪選手が増えるので非常に厚い階級だと思います。ライジンに集まってるフェザー級の選手ってどんな印象ですか。今ライジンでは朝倉未来選手がやっぱり中心として、日本のチャンピオンクラスも参戦しているので、そこが非常に面白くなってきているっていうのと、海外からもカイル・アゴーン選手とか、あたりが参戦しているので、面白いんじゃないかと思います。今まででライジンで気になったフェザー級の選手っていますか。敗れてしまいましたけど、真島選手はやっぱり次ももう一回見たいぐらい本当に強い選手ですし、斉藤選手一発目で真島選手はああいうふうに下したので、とても印象に残ってますね。勝ってきた選手も強いので、ただですね、やっぱり斉藤選手はそれに輪をかけているというか、やっぱり戦ってきた選手が海外の選手も含めて強豪と戦ってきているので、その分の経験の差も出たのかなとも思いますが、いずれにしてもいい試合だったと思います。初代のフェザー級王者今回決まると思うんですけど、決まったら今後格闘技界に影響はあると思いますか。そうですね、むしろそれをどういうふうに価値を高めていくかということになると思うんですね。これでそのベルトという一つの形ができるんで、それを持った選手がどういうふうな相手と戦っていくかということだとは思うんですけど、でもこの2人がやれば文句ないでしょう。そうですね、日本ではトップクラスのタイトルマッチになると思います。他の階級にはないフェザー級のポイントとか魅力ってありますか。フェザー級ってやっぱり日本人にとっては大きな階級なんですよ。そうですよね、だからそのフェザーならではの力強さとスピード感がちょうどマッチして、でその中で海外勢とやり合うっていうのは非常に大変なことなんで、中でも朝倉未来選手はやっぱりフェザーの中で俊敏な動きとあと打撃も含めて世界と合することができる稀有な選手だと思います。フェザーで日本人が戦うっていうのは一つのロマンですね。斉藤選手にフェザー級という階級についてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずはフェザー級の魅力ってどういったところだと思いますか。魅力はやはりスピード&パワーだと思います。最近ライジンのフェザー級も徐々に加熱してきてるんですけど、どうですか。そうですね、選手が集まっていろんな組み合わせというか、ファンの中でもこういう対戦があったらいいんじゃないかって言われるのはすごいいいことだと思うんですよね。なので今盛り上がっているうちにどんどん話題になるようなカードをどんどんやっていくべきだと思うので、素直に嬉しいです。ライジンでフェザー級で気になる選手みたいなのっていましたか。あんまり相手どうこうっていうのがないので、いろんな選手が集まってきてくれればいいかもしれないですけど、この選手っていうのはあんまり、ライジン以外でその国内外とかでも特にないですか。そうですね、国外、海外の選手は魅力的な選手多いですけどね、すごい強くてやばいっていう選手は多いですけど、戦ってみたい選手って誰ですか。戦ってみたい選手、
ベラトールの選手とはやってみたいなと思いますね。はい、できることならこうライジンのリングでこう迎え撃つような形の方が、日本のファンの方たちからしたらいいのかなってなりますね。はい、この試合終わってフェザー級王者になったら今後どうしたいっていうのはありますか？2戦目なんですけど、次がライジンで、もっとこう、いろんな選手と強い選手と試合をしていって、こう自分のストーリーを作っていきたいなとは思ってますけど、強くていい選手どんどんやっていきたいと思いますね。はい、ライジンのマッチメイクを担当している柏木さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうフェザー級の魅力ってどんなところがありますか？そうですね、ライジンにおけるこの今のフェザー級の魅力っていうのはですね、まず一番大事なのがこう一人絶大的な注目を集める選手がいるっていうことですよね。はい、で楽しみ方としてはそこの周りにいろんな選手がこう集まってきて、どういう組み合わせになったりとか、この選手とこの選手がやったらどうなんだろうっていうこの、妄想チックなことをしながらこう楽しんでいくのがで、実際にその妄想が現実のマッチメイクになったりとか、そうですね、いろいろと想像しながら、考えていくのが楽しいのかなと思いますね。こう柏木さんが印象的な選手っていますか？結構みんな印象を残す試合をしていますよね。例えば、すごい連続参戦の萩原選手とかはやっぱり一番最初に出てきた時は強烈なインパクトをやっぱ残しましたし、でそれに勝った芦田選手もやっぱりすごい印象を残してますよね。はい、その2人はそうですね、すごく印象に残ってます。当然その白川選手でしたりとか、ボック選手、青井選手、神田浩也選手、と関選手とか、いろんな選手が今集まってきているので、これ本当にね、見逃せない階級になってきたと思います。はい、今回他にも内村選手と萩原選手、さっきおっしゃってた、出てくるんですけど、こうなんか楽しむ見方というか、見どころみたいなのってあります？この試合むちゃくちゃ楽しみです。これ最高の試合になると思うので、というのも2人ともストライカーなんですよ。でやっぱりこう打撃の試合展開っていうのは見てて分かりやすいですし、で動きも多くなると思うんですよ。なのでこう一言で言うとすごく、僕は楽しみにしていて、動きの多い分かりやすい打撃戦になると思うんですよね。もうちょっとマニアックな言い方をすると、こう2人とも打撃の選手なんですけど、その質が全然違うんですよ。で内村選手ってもともとキックボクシングをやっていてですね、すごい打撃が綺麗な打撃を出すんですよ。本当にワンツーとかむちゃくちゃ綺麗だし速いし、でフットワークもすごい本当に綺麗な打撃を出す選手なんですけども、対する萩原選手はもう MMA 打撃っていう、そのいわゆるキックボクサーから見たらちょっとガチャガチャした打撃なんですけども、総合の中でやる打撃としてはすごく完成されてるというか、すごくレベルの高いものを持っているので、違うスタイルの打撃のスペシャリストがどういう試合するのかっていうのはこれ楽しみですね。ボク選手と白川選手もフェザーで、そうです、フェザーで、決定しましたね。ここもやっぱりお互い負けられない、そうですね、試合になってくると思います。もともとミクル選手とボク選手が戦うっていう話が一回あったじゃないですか。でこういろんなことがあって流れて、そのミクル選手が同じジムの白川選手と、そうですね、まさかのボク選手がやるっていう。そうですね、だからボク選手からして、いやこんなところで負けてらんねえだろうっていうのは当然あると思うんで、それこれ勝って打倒朝倉選手じゃないですけど、そうですね、本来の試合やらせてよっていうことになると思います。これからの今後のライジンのフェザー級、例えばどんな選手とか、どんな組というか、やっていこうかなっていうのはなんかありますか？そうですね、やっぱり今年日本人のフェザー級選手がたくさん参戦してきて、まだ本当に可能性は無限大にあると思うので、この選手が勝った選手と勝った選手っていう、当然しばらくふるいにかけるような、展開が続くと思うんですけれども、今いる選手たちの他にも当然その国内のトップレベルの選手たちはまだまだいますので、だからそういう選手たちにも積極的に参戦してもらって、どんどん活性化していければいいのかなというふうに思います。今後フェザー級やるにあたって、この選手なんか来たら面白いなみたいな選手って何かいますか？やっぱりパンクラスのチャンピオンとか、やっぱり現役チャンピオンっていうのはすごく肩書きも持っていますし、その団体の誇りを持って上がってくると思うので、本当に気持ちがすごい現れる選手だと思うんですよね。なので当然今のパンクラスの功選手ですとか、
ちょっと以前参戦する予定だったんですけど、ちょっと怪我で出れなくなってしまった、坂本洋平選手とか、はいグラジャンの元チャンピオンなんですけども、そういった選手たちが入ってきたらどんどん面白くなるなと思います、でもファントム級みたいな感じだったんですけど、だんだんもっとねフェザー級、そうですね、やはりこう一人スターがいるとそこに集まってきて階級が活性化するっていうのが本当に今年のライジンのフェザー級はそうなってるのかなと思います、もう今回のこのタイトルマッチでどちらかがこうベルトを持ってこうフェザー級がもうちょっとこう確立してきたら、こういろんな団体からどんどん選手来るかもしれないですね。そうですね、楽しみです。楽しみになりますね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。フェザー級の試合の魅力っていうのはご自身でどんなところだと思いますか？なんかフライ級と同じ速さの威力もある階級かなっていう。ライジンにフェザー級の選手が集まってきていることに関してはどういった実感がありますか？俺がいるから集まってきたんじゃないですかっていう感じです。国内外を問わず、フェザー級で気になっている選手、または戦ってみたい選手などはいらっしゃいますか？だからベラトールの上位の選手、今トーナメントとかやってるんで、その人たちとか、ベラトールはライジンと全然違うぐらいフェザー級とかもいるんで、その選手たちとやっていきたいなって思います。ライジンフェザー級の王者に輝いた後の次の目標などはすでに考えていますか？その海外の選手とやっていきたい。宇野薫選手にインタビューを行いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フェザー級の試合の魅力って何だと思いますか？一般的にその階級的にはちょっと真ん中ぐらいの階級ですから、スピード感も非常にありますし、あとその、力強さっていう部分でもすごくKO だったりサブミッションで決めることも、テクニカルな攻防も多いですし、細かい寝技の攻防なんかも見られる階級なんじゃないかなと思います。ライジンで今結構フェザー級にこう人が集まってきてるんですけど、だんだんこうフェザー級が盛り上がるってことについてってどう思いますか？そうですね、僕も同じフェザー級なんで、こういう選手も出てきたこの選手が出てきたっていう感じで、僕はやっぱライバル視して見てしまいますけどね。ライジンライブ以前やってもらったと思うんですけど、ライジンで気になるフェザー級の選手っていますか？やはり朝倉選手がやっぱその気になるっていうのはありますね。その中でもやっぱり一番ですから、ライジンの中では一番だと思いますし、あとは一緒に練習もしてたその僕鋼鉄選手なんかもやっぱり今回またね、前回ちょっと、負けてしまいましたけど、今回また復帰じゃないですけど、試合するということでやっぱり年も近いですし、同じシュートで頑張ってきた時期もありますし、同じ団体というか同じ舞台で試合をしてきた、頑張ってほしい。ちなみにボク選手の試合はどうなると思いますか？勝ってほしいっていうのはやっぱりありますけどね、ただ、相手もすごく勢い若くて勢いある選手ですから、やっぱこの年代っていうのは僕もそうですけど、その勢いに負けないで、自分のうまさじゃないですけど、そういった部分が出せるかっていうところの勝負になると思いますので。私トーナメントをやらないのかなと思ってたんですよ。トーナメント、グランプリみたいな感じで、外国勢が入ってこれるようになったらやりましょう。なるほど。ツイッターとかSNS の中でもね、フェザー級の日本人の中のトーナメントやったらどうだみたいな、ありましたね。いいとこついてるなと思いながらいましたけど、フェザー級のやっぱりグランプリとしては来年以降の中で外国勢も入れるようになってやれたらいいなと思ってます。だからその中で誰がフェザー級で軸になって対世界と向き合える日本人としているのかどうかっていうところを、今一つはテーマとしては磨いていきたいんだけど、まずはやっぱりタイトルを、これミクルはここまでライジンでは全勝してるんですよね。強い選手とももうここまでしのぎを削ってきてるんで、ミクルを軸にしてできれば初代王者を決めて、そこを一つの軸にしながら来年とか、近い将来グランプリは組み立てられたらなと思ってます。8月の斉藤選手の試合が終わった後に今回の朝倉選手との試合をやろうって。そうですね、僕真島選手が勝つと思った。前回の8月に、真島選手はもうある意味日本のフェザー級の中では実績じゃないけども、そのタイミングでのキャリアとしては抜けてるというか、もう次は UFC って言われてた選手ですから、だから斉藤に真島が勝つと思ったんですよ。なるほど。
じゃあ真島選手が勝ってたら真島選手だったかもしれない。ないですね。すごい、すごい大事な一戦だったんですね。そうですね。まあでも日本のフェザー級でいうとトップアスリートですから、斉藤にしても真島にしても、まああとはパングラスの功選手と、ディープの牛久選手とか、まあ日本の中のフェザー級で各団体のトップももちろんいるし、その中で真島っていうのはちょっと抜きに出てるというか、ここまでの戦績でいうとね、まあでもそこに勝ったのは斉藤選手大きいと思いますね。やっぱり強いです。で今回これ終わってタイトルマッチ、どちらが勝つじゃないですか、それ決まった後ってじゃあもう年例えば明けて外国人勢が入れたらもう一回トーナメントやるとか、トーナメントとかいいんじゃないですか。フェザーも面白い選手外国勢まだいっぱいいますし、ベラトルのチャンピオンとやってもいいし、あ、確かにそれこそ他の日本人のフェザー級の選手たちでも出てきてもらってもいいし、まあでもそこの階級に例えばバンタム級に堀口教授が来ることでバンタム級って階級は圧倒的に活性化したじゃないですか。確かに。だからミクルが僕はライジンというリングの中で戦い続けてるけど、やっぱりそこの絶対的な権威をベルトを巻くとか絶対的な存在になったりすると、また一気に磁場が変わるというか、確かにそうですね、でも斉藤が取る可能性も十分ありますからね。たちもフェザー級急になんか盛り上がり始めてますもんね、外国人勢が入ってこれたらいいのいっぱいいるんだけどね。確かにそうですね、このタイトルマッチ、まあとってもこの後のライジンの未来を占う大きな、そうですね、大きな大阪の、試合になっちゃいましたね。もうこれ絶対見た方がいいですね。そうですね。これはまあ当然地上波で放送しないです今回。もったいないですよね、もったいない。それもったいないですよね、もったいないけど、だからライジンライブでは見られるし、まあ当然会場のチケットはもうほぼソールドアウトなんですよ。まあ枚数も少ないのもあるんで、だからライジンライブとかスカパーとかでやっぱり見てほしいですね。そうですね、これはよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はフェザー級という階級についていろいろな方からお話を伺いました。次回の動画ではタイトルマッチの試合展開などいろいろな方にお話を伺いたいと思います。一体どんな試合展開を予想するのか、次回の動画も皆さん見てください。KO だと思いますか、判定だと思いますか。難しいですね僕的には全財産をかけるんだったら、どういう展開になると思いますか。わかりませんでも絶対 KO じゃないですか。はっきりとした勝ち方で多分 KO すると思うんで。どういうふうにどちらが勝つと思いますか。難しいです序盤から自分がペース握りたいなっていうのは思ってますね。俺的には倒せそうな気もしますね。決着がつくと思います。つくと思いますか。ライジンライブはヨギボープレゼンツライジン25の全試合をリアルタイムで視聴できるだけではなく、ライブ配信を見ている他のユーザーと興奮を共有したり交流ができるライブチャット機能、素晴らしい試合をした選手や好きな選手に投げ銭をできるギフト機能などがあります。会場へ行けない方はライジンライブでライジン25を一緒に楽しみましょう。